ここしばらく寝ずに組み立てていた理論を証明したくてね。早速実験を行いたいのだが。トレーナー君、今の気分はどうだい？体温は測ったかな？睡眠時間は？食事は何よ？体調による変化は大きいからね。実験前のデータとして詳細に残しておかなくては。この理論は走力増強を目的としたものだ。トレーニングと言い換えても間違いではないだろう。ま、やるのは君なんだけどさ。意識を失うようなことはさせないから安心したまえよ。よし、まずは緊張および過負荷状態で臓器別のエネルギー消費量を測定しよう。そして段階的に分けながらであるから、君も夏合宿に来たらビーチを走ることが鉄則だなんて独創性に乏しい思考にとらわれず、脳は柔軟に使え。可能性を追い続ける限り私たちに立ち止まっている暇はないぞ。さあ実験を始めようじゃないか。まずは道の傾斜を利用して心肺機能を活性化するぞ。データを取るためにはここからビーチまで少なくとも3往復は必要だろう。測定器の準備はいいかい？1周ごとに酸素濃度を記録するから忘れずに頼むよ。それと苦しくなっても休まずに走り続けてくれ。限界ギリギリのデータが好ましいのでね。なーに、無心で滑車を回すハムスターのように手足を動かせばいいだけさ。まあ君はあくまでモルモットでハムスターほどの運動能力は期待できないだろうが、案ずるな、私も同行する。君がコースから外れないよう見守る必要があるからね。もっともっとだ、トレーナー君。太ももを高く上げ続けろ。そう、一定の速さを保って。呼吸のリズムを崩すな。余計に苦しくなるぞ。いいぞ、限界が近いか。このまま2往復。さあもう少しだ。思ったよりも筋肉疲労が大きいようだね。痙攣とまではいかないが立っているのが精一杯か。よしよし、このまま次の実験に移ろう。この状態で坂道を走った際の呼吸器官のデータが欲しい。これはきっと重要なデータになるぞ。我々の目指すべき可能性の扉が開くきっかけとなるかもしれない。と思ったのだが、その顔色を見るに限界ギリギリというよりももう限界だな。仕方あるまいね。調整を間違えた。これでは欲しいデータは取れないし、また次回にしよう。続けたいというなら私は構わないがね。だが不要なデータを取るよりももっと有益な実験をしたい。とはいえ何ができるだろうな。この場で使えるような実験器具もないし。海水か。何も泳ぐだけが海ではないが、だからといって器具もなく海水をどう使うっていうんだい？まさか飲んでみるだとか言わないだろうね。アイシング。今日の気温から考えて海は25度以上。水温としては不適合だが、発想は凡庸だが悪くない。実際私は気づかなかったし。筋収縮に焦点を当てて新たなデータを、いやむしろ保温効果で。よし、海特有の塩分濃度
浮力、波による摩擦力、これらが君の体にどのように作用するか検証してみよう。なるほどなるほど、興味深いデータが取れたぞ。私の理論を証明するまでには至らなかったが、だがこれをもとにさらにもっと深く追求していけば新たな可能性の扉が開くはず。いけるいけるぞ。トレーナー君、データをまとめよう。手伝ってくれたまえ。いい朝だね、トレーナー君。いやー、協力感謝するよ。おかげで理論に基づいた新薬の開発ができた。あくまでノートの上でだけどね。合宿所には実験器具がないから制作は戻ってからだ。その前に君の意見もいろいろと参考にしたいのだけれど、今朝までの研究で何か気づいたことはあったかい？特に筋肉の収縮時における酸素供給の効率化は大きな課題だ。様々な意見が欲しい。それに凡庸であることの価値というのかな。君の発言はなかなか新鮮で、小さな疑問にも興味を持たせてくれる。何より素直に実験に付き合ってくれるのは君しかいないしね。モルモット兼助手としての活躍を期待しているよ。君は被験体としての素養が高く、かつ視点も悪くない。総合的に考えれば助手と呼ぶのも間違いではないだろう。どちらも研究においてかけがえのないものだ。気づいたことがあれば遠慮せずに言ってみたまえ。さあさあ。おや、そうだったかい。であればこれもまた可能性への進展と言えるな。喜びたまえ、トレーナー君。この一歩はいつか大きな道へとつながるはずだ。よし、そうと決まれば実験の続きをしよう。時間は有限だからね。昨日は調整をミスったが、今日こそは限界ギリギリの体力を狙って体を酷使だ。行くぞトレーナー君。